西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。こんばんは、西田夏実です。こんばんは、飯村優太です。西田の物忘れエピソード。あはん、どういうことだ？数日前、おまけ動画の編集をしようと思ってパソコンを開いた西田さん。ここのところアイゴミ関連のフォルダの整理ができていなかったので片付けました。はい。でその時に何個かねいらないなと思ったファイルをゴミ箱にポイってしてゴミ箱の中のデータまで消したんです。あはん、お I see。 いざ動画編集始めようと思ったら我々が喋った音声データが見つからなくって、何してくれてんすかこの野郎。いや本当にマジ焦ったよ。めちゃくちゃテンパってゴミ箱からさらに消した場合ってなんかそういう専用のデータを復元してくれるソフトっていうのをパソコンに入れないといけなくて、それは長い時間をかけて、働いてもらったんです。そのソフトに。はい、その結果見つからなくて、そんなことあると思ってどうにか復元できないかと思ってもう一回フォルダの中を探したら、ありました。普通に。ちょっと何言ってるか分かんないです。言ったまんまよ。お開き直ったな。つまり捨てていなかった、終わり？うん。何の話ですかこれ。だから西田の物忘れエピソード。はい、はい、ありがとうございましたでは、どうでもいい話が終わったところで、はい行きましょう。このアイデアのゴミ箱というチャンネルは俳優である飯村さんと脚本演出家である私西田の2人でおしゃべりをするラジオ番組的なものとなっております。毎週ラジオとおまけ動画を1本ずつ投稿していく予定です。おまけ動画の方では顔出し企画をやっていることもありますので抵抗がない方はよかったら見てください。それでは始めていきましょう。西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。ほい、じゃあ今回の一案。この冬は雪が多いね。ね、テンション下がるわ。寒いのやだね。地球も終わりだな。チャンネル登録高評価よろしくね。西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。改めましてこんばんは、西田夏実です。どうも飯村優太です。感激の感想シリーズサロメ。今回は古川ゆかりさんからお誘いをいただきまして獣の仕業第15回公演サロメを配信にて拝見しました。サロメって FGO にいるあのサロメですか？あのエッチな。そうエッチな見た目エッチなセクシーなね。雑に今回の作品をくくると、多分アングラと呼ばれるジャンルだと思うんですね。難しいやつですね。雑にくくるとね。でもねめっちゃ面白かった。私がそもそもアングラ好きだっていうのがあるけどそれを差し引いてもねすっごい完成度高いめっちゃいい作品で私の癖にすごい刺さったんです。であとアングラってちょっと言ってしまいますけどセリフが結構難しかったりとか役者さんの読解力がめちゃくちゃ必要だったりするじゃないですか。はいね、あなたもアングラ出たことあるから分かると思うけど正直よくわからないままやってましたごめんなさいでもね見てて分かる役者さんたちが多分ちゃんと理解してるの。へー、表現とか言い回しとかっていうところにちゃんとそれが出てるように私は感じられたんですごいなと思って。よく言うセリフが自分の言葉になってるというやつですか？そうちゃんとそこに自分の表現とか理解っていうのも載せて喋ってたり動いていたりっていうことをするんでだから見やすいんですよ。ほう。あとサロメっていうね題材ってストーリー自体は割と見やすくってでそのサロメっていう題材を中世の日本の河原のもの河原に住んで革製品とか扱ったりとか河原物の中に芸事をやってる人っていうのも含まれる、でその人たちが上演してるサロメっていう設定らしい。だから多分森鴎外の翻訳のサロメをさらに脚色とかっていうことをして多分そこに中世日本の河原物っていう設定を入れることによって多分そういう人たちが上演するならこういう感情がピックアップされてとかっていうことがあるんじゃないかなと思いながら見てはいたんです。でね、今回見てて気づいたんですけどサロメ以外の役の人は全員違う性別の人が演じてるんですよ。男の人を女の人が演じて、そう、女の人を男の人が演じてるってことですか？そう
なんでなんだろうってすごい思って、うん、そのサロメだけはだって女の人がやってるんですよ、はい、美しい女性がね。はいはい。だからそれがどっちなのかな。他の登場人物の性別にはあまり意味を持たせないっていうことなのか、サロメが女性であるっていうことに意味があるのかのどっちかなのかなと思ったけど、ちょっとそこまで考えてあんまり答えは出なかった。まあしっかり真逆にしてるってことは何かしら意味があるんでしょうね、きっと。でその汚れっていうものを扱うっていうことはフライヤーの時点ではもう書いてあって、でしかも中世日本の河原の者たちっていうのが登場人物として出てくるわけじゃないってなるとさ、一応日本の古典文学をかじっていた身としてはさ、晴れと毛の概念っていうのが彷彿とさせられるわけなんです。晴れと毛ね。うん、晴れと毛ね。はい、知らない？晴れと毛って研究してない人でも最近そういう概念知ってる人いるのかなって勝手に思っていたんだけど。知ってるよ。あれでしょ。晴れがあれをこうして、あれだよ。柳田邦夫さんっていう民族学者がいるんです、有名な。この人が言い始めたことなんで、言葉としては割と新しいものだと思うんですけど、結構なんか日本文学やってるとこういう話ってよく出てきて、汚れって日常のエネルギー的なものが枯れている状態。晴れは非日常なの。だから晴れの日とか言うじゃん。晴れ舞台。そうそうそう。汚れの状態になった時はそういう非日常的な場を用意することによって、場とか儀式とかっていうのを用意することによって回復していくっていう考え方があるんです。ちょっとさておきで、ヨカナーンと出会ったサロメなんですけど、サロメがまず最初に言うのって、ヨカナーンがどれぐらい白くて美しいかっていうことをいろんな比喩で表現していく。百合のように、雪のように、最初は月の光のように清いとかっていうことを言うので、最後にサロメはあなたの口が欲しいっていう。物理的にチューしたいっていう意味ですか、それとも物理的に？だからその時の唇の描写がまた出てくる、でそれは赤なのね、で色が3色出てくるわけなんだけど、この白と赤ってやっぱり日本的にはでかいのよ。紅白。ちょっとね時代がちょっと前になっちゃうんだけど、私大学で万葉集やってまして。ちょっと前その時代レベルの話なんですか、それ？時代が変わると色ってイメージ変わるのよ。時代がそういうことね。時代が変わって、あなた大昔に実は大学うんちゃらっていう話なのかと思いましたよ。なんでかっていうと、例えばさ、万葉集だと梅の花っていうと白なの、今って赤じゃん、梅の花って。漢詩とかのイメージで梅の花を読むから白なの。ごめん、万葉の話ではあるんだが、赤ってやっぱりちょっとセクシーなイメージなのよ。例に出すと赤子っていうスカートみたいな履物っていうのがあって、乙女がそれを履いて川でこうなんかやってて、こう水で濡れてエロいみたいな歌とかあるんですよ。あと恋の歌、恋愛感情を表す時の色って赤なんです。っていうことを考えると、唇が赤いってやっぱりそれだけでセクシーなんだよね。だからきっとサロメはそういうところに浴場しているんだっていうことを思ったの。しかもその前にヨカナーンが白いイメージで美しいっていうことを語られていたから、こっちは純潔なイメージで、サロメは割と性欲に忠実なイメージで描かれてるのかなと思ってて、でそのヨカナーンっていうのはサロメに求愛をされるんだけど拒絶するわけよ。サロメ振られるんすね。だから多分、ヨカナーンはそういう純潔っていうイメージがあるからこそ、性的なイメージを持つサロメっていうのを受け入れられなかったのかなっていうのは思うけど、ちょっとわからん。あとサロメがヨカナーンのことを繰り返し美しさを表現していくのを並べる表現って、各国あると思うんだよね。日本もある。万葉集で天皇を賛美する時っていう時はそういう繰り返しの表現っていうのを使ったりするから、そういう文章的な表現かなと思っていて、そこは。でさっき言ってた汚れの話に戻ってくるんですが、宮中で自殺した男っていうのがいて、その血でヘロデさんが足を滑らすんですなんでこんなところに屍がって言ってちょっと大騒ぎになるんですよ。でその後にヘロデさんはサロメに酒を勧めたり果物を勧めたりっていうことをするんです、これが晴れなのかなと思ってて、汚れを払うっていう。でもそれをサロメは、いや喉乾いていないんでとか、お腹減ってないんでとかっていう風に断っていくわけ、で最終的にヘロデがサロメに前っていうの、で最初は断るんだけど、そしたらヘロデさんが前を舞えばお前が欲しいもの何でもやるっ
っていうことを言う。うんでそれでサロメはよし来たっていう。じゃああれが欲しいわパパってなるじゃん。でヨカナーンの首が欲しいですっていう、まあサロメの順当なストーリーになるんだけど、今度は首ですか。この時にさヘロディアさんに対してヘロデさんがビンタするの。配信で見てたっていうのもあるんだけど、そこまで結構芝居としては分かりやすくやってくれてるわけ。でもそこでビンタの音をリアルでやってるから一瞬現実に引き戻されんのよ。こっちの世界とステージ上の世界っていうのがつながった時があって、ビンタのリアルさっていうことはその点においてはすごく効果的だったと思うんだよね。だからなんかハッとなったし、で舞台上にいる人たちが河原者っていう異形として芸事をやる、だからちょっと人間離れしたような雰囲気っていうのを出しているんだけど、いやでも同じ人間なんだなって思ったの。で首を手にしたサロメさん、手にしちゃったんすね。あら、その首を切ってるのがゆかりです。で首を横に置いて、それに対してサロメがずっと語りかけるわけ。なんであなたは私のことを見てくれなかったのっていうね。今回の場合は私はすごくサロメが人間だなっていうふうに思って、もちろん狂気っていうところは描かれてはいると思うんだけど、理由がちゃんとね人間なの。ヨカナーンに対してなんでそういう気持ちを持っているのかっていうところが明らかになっていく。みだらな女扱いされたのが気に食わなかったとか、あとサロメの主張としては無垢だったのにお前に奪われたみたいなことを言うわけだから、多分お前が欲しいなの。だからつまりヨカナーンに意識があって命があって自主性がある時って多分自由にならないんだよ。でしかも口づけをしてやったっていうの、何回も。だからもうそれってさ愛じゃないよねっていうまあ独占欲と支配欲なんでしょうね。だから最初にそのヨカナーンに惚れた時も結局中身については言ってないじゃない、見た目の描写じゃない。だからなんかちょっとイケメンって思って粉かけたらなんかすげえムカつくこと言われて、何あいつムカつく、もう超ムカつく、気づいたらずっとあいつのことばっかり考えてるこれがもしかしてっていうね、愛してやったとか体が欲しいとかっていうことも言ってるから。あとやっぱりここでのそのサロメの一人語りの時にやっぱりね、私は赤っていうワードがすごく強調されている気がしたのね。何度も出てくるの、だやっぱり赤っていうものにそういう魅力を感じているんだなとは思った、めっちゃいい脚本だった。すごく言葉が洗練されているというか、中身がすごく詰まっている濃い言葉だったな。これだから脚本先に読みたかったな。そうするとさ2回味わえるじゃん。最初に自分で想像したこの世界観と実際に表現してくれたステージ上の世界観って多分絶対違うから楽しかった。2回見ました私ごめん、2回見たのにこの理解力でっていうのはちょっとごめんなんだけど。これ見ようと思ったらいつまで見れるんですか？こちらの配信チケットなんですが、配信期間は3月25日月曜日23時59分までとなっております。チケットは2種類あって、配信のみのチケットというのが2500円で、配信プラス脚本データ付きチケットが3000円なんです。じゃあ脚本読めるじゃないですか。しかも500円って、このクオリティでちょっと安すぎませんかとお買い得ですなんでもしこれから買う人いたらぜひ脚本データ付きチケットで買った方が絶対にいいと思う。いや本当にすごいいい作品だったのでぜひ見てほしいですオタクの心の叫びはい、ここからはお知らせコーナーです。ブースというサイトにて私の脚本や私が演出した作品の DVD を販売しております。僕が出演した白チュームの証言や障害の DVD もあります。動画の概要欄に URL を貼っておきますのでぜひ覗いてみてください。また YouTube にて私が演出・出演で関わった残骸のミュージックビデオが公開されています。こちらは障害の主題歌として未知の沼さんに作っていただきました。ミュージックビデオの URL も概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。私がモデルとして参加したポートレートクリスタルチャイルドも X とインスタで公開されていますのでそちらもよかったらチェックしてください。 URL は概要欄に貼っておきます。このチャンネルでは毎週ラジオとおまけ動画を1本ずつアップロードする予定です。 X やアメブロもやってますのでぜひ見てください。チャンネル登録高評価よろしくね。ミーティングルーム。
このコーナーは表現に関わる我々2人がさまざまな企画を行い、今後の活動に生かすアイデアを得るという名目で行われるバラエティパートです。いや、待ってました。これがないと夜しか寝れない。はい。で、今回は何やるんですか？デートプラン会議。本日は YouTube という公共の場を使ってプライベートな話し合いをしていきたいと思います。良い子は真似すんなよ。飯村さん、はい。おまけ動画5でやったバレンタインデーの企画覚えてますか？忘れたくても忘れられません。あれですよね。僕が殺されたやつですよね。はい。あの企画、皆さん適当にルート分岐をさせてるわけじゃないんです。選択肢ごとにちゃんと点数が決まっているんです。私が決めました。で、一番最後、バレンタインデー当日というところで、飯村がデートに誘うか誘わないかで分岐。さらに誘った先で誘わなかった先で、それぞれ好感度が高いか低いかでさらに分岐していくようになっています。まあ確かにあの時、じゃあ高評価だったらどんなエンディングなんだって聞いたら、それでも僕死んでましたからね。いや、あれはね、デートに誘った上で高評価だった時。生き残るルートってあったんですか？うん、あります。あるんだ。まあ一つしかね、ルートはないのに随分手込んだことしましたね。まあなんで、飯村さんはデートには誘ったんですが、好感度が高くなかったために、でしかもデート先のチョイスがちょっといまいちだったために、あのようなエンディングとなりました。鳥貴族の何がいけないんですか？違うよ。そう言うとさ、ちょっと語弊あるじゃん。私、鳥貴族大好きです。急に媚びを売り始めた。だって焼き鳥美味しいし安いし、私が鳥貴族を一番推してる理由としては飲み物の種類が多いこと。ソフトドリンクめっちゃ多くない？じゃあもう正解じゃないですか。いや、好きなんだけど特別な日に行く場所ではない。いや、マジで私初めて付き合った時の誕生日、私の誕生日連れてかれたの鳥貴族ですよ。覚えてないんかい。もうその時点でどうかと思うんだけど。なんでここからは飯村さんにデートプランを提示してもらって、私がそこから良さげなものを選んでいきたいと思います。真面目に考えたよ。期待してるぜ。はい。ではお願いします。家でひたすら鑑賞会デート。多分さ、デートの定義から決めた方がいいね。どういうことっすか？一緒に住んでて毎日一緒にいるんだよ。なのにデートで家ってさ、普段と違うことしてんだからええやろ。だって鑑賞、普段と違うこと？あ、わかった。ちなみに何を見るつもりなんですか？劇場版のクレヨンしんちゃんシリーズ。クレヨンしんちゃん？面白いよ。まあなんかそういう話は聞くね。泣けるし、一生見てられる。何本もあるし。まあ確かにクレヨンしんちゃんだったら普段見ないからギリセーフか。でしかもですよ、初期のクレヨンしんちゃん作品、ひまわりいないっすからね。あー、そっか、生まれてないのかまだ。そうなんですよ。ピングーと一緒だ。じゃあ次、池袋サンシャインデート。ごめん、池袋サンシャインって何するとこか全然知らないんだけど。池袋にあるなんか複合施設で毎日なんかやってると思う。池袋の駅でね、すごいゲテモノの海の生物展みたいな、毒持ってるやつら集めましたみたいな、そういうのをたまに貼ってる。見たことある。あれサンシャイン。そうなんだ。そう、海の何々展。じゃあそういうのを見に行くみたいなこと？いや別に目的ないっす。はい。まあ水族館とかあるし、まあ何かしらあるから。水族館か。ダメですか？苦手なんだよな。水族館が？珍しい。そう？水族館の何が苦手なんですか？まず暗いでしょ。あなた暗いの好きじゃないですか。暗いところに加えて、大きい水槽がちょっと恐怖なの。死を感じる。死を感じる？だってさ、なんかあったら死ぬやん、あれ。まあなんかあったらね、何にもないから。あとさ、大型のサメとか、なぜかさ、大型のサメってさ、そいつ一匹だけとかでさ、大きい水槽で、しかもなんかちょっと暗めの照明でさ、いるじゃん。なんか最後の方に、ルートの割と最後の方に。まあ水族館によると思いますけどね。そこだけ行かなきゃいいじゃん。でもさ、なんとなく水族館ってルートが決まってるから、そこ通んないと外出れないとかあったりするの。そういう時はもう目つぶって、だから人に迷惑にならない程度に小走りで駆け抜ける。なんか戦慄迷宮みたいな。ほんと、そう。まああとサンシャイン展望台もあります。展望台？何階だったかな、60
会いかな。やー無理ですね。いいっすよ、夜とか池袋のねゴミのような夜景が下界の方にね見えるんで、そのさデートプランのプレゼンテーションでそれどうなの？展望台行くと必ず人がゴミのようだって言いたくなります。ちょっとそれできないわ。なんで？高いとこが無理だから。照照明の仕事で脚立登るのが苦手なぐらい。意外と性への執着が強い生き物なんですね。あなた意外とね、まあ、いや違うのよ。そうじゃなかったら死んでんだよもう。まああとなんじゃタウンとかあるしね、飯食えるし。なんじゃタウンは行ってみたい。はい次。ファッションショッピングデート。飯村さん日課ポッカ以外履かないでしょ？いやそれだと上がないじゃないですか。乳首丸出しじゃないですか。いやそうかもしれんやん。丸出してやろうか？いいよ。おお、このチャンネルをぶち壊してやるよこの野郎。いやだってラジオだもん。これ動画にすっからな。いや私の裁量やんそんな。服買うデート？僕の服を買うのについてきてもらって候補を出してもらったり、なんか意見聞いたりします。まあなんか一般的なデートって感じだね。まあ、最終的には僕が選ぶんですけどね。それ私いる？あとは世間一般の女の子の買い物に付き合わされる男の気持ちをあなたにも味わってほしい。いやそれ私多分普段から割と味わってると思うよ。そんな普段から買い物行ってるんですか？私以外の誰かと。いや別に飯村さんもそうだし、私というものがありながら。飯村さんもそうだし、うちの母親と妹もそうなんだけど、買い物に時間かかるんですよ。僕そんなかかんないですよ。いや飯村さんかかる。だって飯村さん心乙女だもん。じゃあ西田さんのお母さんと妹さんと一緒に買い物行くからいいもん。キャッキャウフフしながら買い物するからいいよ。やだまあいいよ、デートだったら別に。だからあなたは西田父とサクッと買い物して帰りなさい。いやそれだともうさ根本から話違うじゃん。まあいいよ別に。ほら飯村さんさ服なんか似たようなものばっかりさ何着も持ってるからさ。はい、飯村に似合う服があったらぜひコメント欄で教えてください。どんどんコメント欄を私物化していきます。はいじゃあ次。秋葉原オタ活デート。それさ絶対オタクっていうワードのイメージやん。はい、あなたに極力寄り添ったデートプランとなっております。いやもうちょっと寄り添ってほしい。そもそもさ秋葉原イコールオタクっていうのが古いのよもう。だって池袋も割とオタクな街でしょ。じゃあサンシャインで一石二鳥。今どうかわかんないけど池袋は女性オタク向けって感じだった。例えば秋葉原だとメイド喫茶とか、男性向けコンテンツが店頭のポスターとかいっぱい貼ってあったり、池袋は乙女ロードっていうのがあって割と腐女子向け。じゃあメイド喫茶じゃなくて執事がいるとかそういう感じですか？そう男装カフェとかあるよ。じゃあ池袋にします？いや私のオタ活に本当に付き合ってくれるなら、私の推しのライブに一緒に行こう。それ池袋でも秋葉原でもないやん。多分横浜とかやん。か埼玉かじゃない。埼玉か。埼玉のスーパーのアリーナか。いいじゃん。それが本当のオタ活でしょ。いやまあオタ活デートありっすね。じゃあ次。モンス殲滅デート。いやちょっとこれはもうね私分かってるんですけど一応説明してもらいましょうか。はい、説明しよう。現在モンハンナウ、モンスターハンターナウという位置情報ゲームでは期間限定でモンスターの枠密度が上がって1時間ごとに湧き直します。これをとにかくやっちゃおうっていうデートです。めっちゃハードな散歩じゃん。そうとも言う。やだな。いやシンプルにやだなっていうのやめろよ。いやだってちょこっとじゃないんだもん。すんごい距離歩くんだもん。すんごい距離歩くと思うじゃないですか。1時間に1回ね結構な密度で湧き直すんで、そんなすんごい距離は歩かないです。同じところを行ったり来たりするだけです。じゃあそういうことじゃないよ。歩数の話よ。歩数ね。行動範囲の話ではない。歩数稼ぐの嫌だったらじゃあ自転車2人で行く意味わーっとこう目的のとこまで行ってね、自転車をちゃんと止めてね。いやもうちょい特別なことしたい。ぶっちゃけ普段なんとなくそういうことしてるじゃん。デートとまで行かなくても。もうちょいなんかデートっぽいことがしたいし。健康のために歩こうよ。外に出ようよ。さあ扉を開けて。嫌です。引きこもりめ。この引きこもりめ。もっと楽に生きていこう。こんなもんか。はい、どれかいいプランありましたか？YouTube を始めてからの良くない考え方ではあるんですが、そんなことないよきっと。動画にしやすいのはモンス殲滅デート。はい決定。モンスター殲滅デートに決定いたしました。いやでも純粋に現在の
理想のデートっていう基準でちゃんと考えよう。それはモンスター殲滅デートはもうこの時点で弾かれたということですか？まあだって選考基準がお店の許可を取らなくていいだもん。まあなんでちょっと理想のデートという意味でもう一回選び直すとするならば、池袋サンシャインデートかな。あれ完全にボツだと思ってた。まあでもなんかね、一番デートっぽそうだしね。動画にできないっすよきっと。致し方ない。はいまあっていうプライベートな話し合いでした。良い子は真似すんなよ。以上ミーティングルームのコーナーでした。あいごみ。さて、あいごみラジオもそろそろお別れの時間となりました。やだお別れやだ。もっと喋る。あと3時間ぐらい喋る。いや、どうせ動画これから上げてくんだからそんぐらいになるわ。いや、もっと喋るわとてもちなみにな情報なんですが、この収録の次の週から飯村さんは2週間ほど照明のお仕事で忙しくなります。はい、いろいろなことがあるかもしれませんが察してください。一応前倒しに収録はしている部分もあったりするんですけど、まあもしかしたら話題がリアルタイムにならなくなるかもしれませんのでご容赦ください。例えばゴジラが現れたとかなったのにね、こいつら全然そのこと触れねえなみたいな。それ前倒しに収録してるからです。まだ現れてない時間軸を生きてる。その時は我々は無事なんだろうと。僕は照明の仕事で忙しいのでゴジラは知りません。それ公演やってる場合じゃないもんねさて、このチャンネルでは皆さんからの大切なメッセージ、アイデアをお待ちしております。メッセージやアイデア、飯村に着てほしい服はコメント欄に書いてくださると嬉しいですこんな企画をやってほしいなども大歓迎です。次回の更新はおまけ動画が3月12日火曜日、ラジオ第9回が3月16日土曜日となっております。そこを目指して鋭意制作中です。さて、ここまで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。西田夏美と飯村優太でした。あいごみラジオ、次回に続く。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。